義理と人情だけで生きようとした男、江戸末期の街道を追われ続けた侠客、国定忠治という存在を追っていく。それではどうぞ。上州の空っ風は冷たかった。冬になると畑の土まで凍りつく。現在の群馬県国定村に生まれた忠治もそんな土地で育った。貧しい家だったと言われている。食える日もあれば食えない日もある。江戸末期の農民たちは重い年貢に苦しんでいた。働いても楽にならない。明日を超えるだけで精一杯だった。子供の頃の忠治はそんな大人たちの顔を見て育った。うつむいた男たち、疲れ切った女たち、泣くのを我慢する子供たち。忠治は幼い頃から世の中には強い者と弱い者がいると知っていた。だが彼は弱い者を笑う男ではなかった。困っている人間を見ると放っておけない。そんな性格だったと言われている。飯が食えない子供に自分の握り飯を渡した。旅人に酒を振る舞った。そんな話も残っている。若い頃の忠治は腕っぷしが強かった。喧嘩も強く度胸も座っていた。だがただ荒っぽいだけの男ではない。曲がったことを嫌い筋を通そうとする男だった。やがて忠治は幕府の世界へ足を踏み入れていく。江戸末期の街道にはさまざまな人間が流れていた。旅人、渡世人、浪人、そして幕府。夜になると提灯の灯だけが道を照らす。風が吹くたび小さな明かりが揺れた。忠治もまたそんな世界を歩いていく。幕府の世界は危険だった。裏切りもある。騙し合いもある。昨日の仲間が明日には敵になることもあった。一歩間違えれば命を落とす。そんな世界だった。だが忠治は義理を何より重んじた。仲間を裏切らない。弱い者を見捨てない。それが忠治の筋だった。追われる人間がいればかくまい、怪我をした者がいれば背負った。雨の降る夜道で自分の羽織を子分にかけた。腹を空かせた仲間がいれば自分は食わずに飯を回した。そんな逸話も残っている。力で押さえつけるより情で人を動かす男だった。だから人が集まる。忠治の周囲には自然と仲間が増えていった。命を預けてもいい、そう思わせる空気が彼にはあった。赤城山の麓では忠治の名を知らない者はいない。そんな風にも言われ始めていく。幕府でありながら農民たちに慕われた男、それが国定忠治だった。だが義理だけで生きられるほど時代は甘くなかった。奉行所は幕府を厳しく取り締まり、街道の空気も変わっていく。夜道を歩く時も常に追っ手を警戒する。遠くで犬が吠えるだけで皆が足を止める。提灯の明かりを消し息を潜める夜もあった。昨日まで笑っていた仲間が突然姿を消すこともある。捕まったのか逃げたのか、それすらわからない。そんな張り詰めた日々だった。それでも忠治は仲間を見捨てなかった。自分だけ助かる道より皆で生き延びる道を選んだ。ある夜、仲間の一人が忠治に言ったという。親分だけでも逃げてくだせえ。だが忠治は首を横に振った。俺だけ助かっても意味がねえ。そう返したとも言われている。不器用な男だった。だがその不器用さに人は惹かれていく。忠治はむやみに刀を抜かなかった。争わずに済むならそれが一番いい、そう考える男でもあった。だが仲間が傷つけられた時だけは違う。危険を承知で前へ出る。その覚悟がさらに人を引きつけていった。そしていつしか忠治の名は上州一帯へ広がっていく。義理を通す侠客、情を捨てない幕府と国定忠治という名は夜の街道に静かに広がっていった。だが
名が広まるほど忠治は追われる身にもなっていった。忠治自身も少しずつ感じ始めていた。この生き方には終わりが近づいていると。なぜ国定忠治が今も語り継がれるのか、少し見えてくる。ここから後半へ進んでいく。ここまでの話だと、義理と人情がとても強かった人物、最近の社会ではあまり見なくなった人柄かもしれません。追われ続けた忠治の運命と最後の日々を追っていく。続きをどうぞ。忠治の名が広まるほど街道の空気は張り詰めていった。奉行所は国定忠治を危険な幕徒として追い始める。街道の茶屋でも旅人たちがその名をささやくようになっていた。赤城山の忠治、義理に熱い侠客として語る者もいれば、危険な幕徒だと恐れる者もいる。夜の参道を歩きながら遠くの村の明かりを眺める。家族の笑い声、いろりの火、そんな景色を見るたび帰れない場所が増えていった。逃亡生活は過酷だった。山を越え川を渡り雨の中を歩き続ける。わらじは擦り切れ足から血がにじむ。冷え込む夜には焚き火を囲んで眠るしかない。だが深く眠ることはできなかった。いつ追っ手が現れるかわからない。物音がするたび皆が目を覚ます。刀に手をかける音だけが静かな山に響く。そんな日々だった。仲間たちの疲労も限界に近づいていた。咳込む者、熱を出す者、歩けなくなる者もいる。だが忠治は誰一人置いていこうとしなかった。動けない仲間を背負い、自分は最後尾を歩く。親分だけでも先へ行ってくだせえ。そう言われても忠治は首を縦に振らない。俺や仲間を捨てるくらいなら最初から親分なんぞやらねえ。そんな言葉が残されている。だから皆最後まで忠治についていった。最後まで忠治についていった。だが時代の流れは止まらない。奉行所の追っ手は増え、かくまってくれる人間も減っていく。昨日まで味方だった人間が今日は距離を置く。忠治たちは少しずつ追い詰められていった。中には密かに奉行所へ情報を流す者もいたと言われている。誰を信じればいいのか、それすらわからなくなっていく。そんな中でも忠治は弱い者への情を捨てなかった。ある寒い夜、腹を空かせた親子に出会ったといえ、忠治は黙って自分の握り飯を渡した。子分が驚いて聞く。親分、自分の分はどうするんで。すると忠治は笑って酒だけ飲んでいたと言われている。幕徒なのに農民たちから慕われた理由はそこにあったのかもしれない。だが忠治の身体も限界に近づいていた。眠れない夜が続き、追われる緊張は心を削っていく。それでも人前では弱音を吐かなかった。仲間たちを不安にさせたくなかった。そんな空気があった。ある夜、焚き火を見つめながら忠治はつぶやいたという。赤城の山も今宵限りか。有名な言葉として残るその一言には覚悟と寂しさがにじんでいた。もう戻れない。自分の生き方の終わりを忠治自身が感じていたのかもしれない。やがて忠治は捕らえられる。江戸末期の混乱の中、その最後は静かに近づいていた。縄をかけられても忠治は暴れなかったと言われている。ただ静かに前を向き歩いていた。その姿を見た人間の中には涙を流した者もいたという。別れの前夜、忠治は仲間たちに酒を回したとも言われている。先のことは考えるな、今日を生きろ。そんな言葉を残したという話もある。悪名を背負いながら最後まで人を思っていた男だった。華やかな人生ではなかった。泥にまみれ
追われ続け、明日も見えない日々だった。それでも忠治は最後まで筋を曲げなかった。不器用なほどまっすぐだった。夜の街道を歩き続けた男。危険な時代の中で最後まで人情を捨てなかった男。その生き方は今も静かに語り継がれている。国定忠治は追われる日々の中でも最後まで情を捨てなかった。義理と人情に生きる人が今の時代にいるでしょうか。それでは次回の主役でお会いしましょう。